こんにちは、青22号です。タミヤの24分の1トヨタ GR スープラの製作の続きです。前回はシャシー本体の塗り分けが終わったので、今回はそれに取り付ける細々としたパーツの塗装を進めていきます。まずはリアアクセルのパーツから進めていきます。すでに一部シルバーを塗ってありましたが、そのシルバーを残すところをマスキングしていきます。マスキングはいつもの方法で輪郭を細切りテープで作って、その内側をマスキングゾルで埋めます。マスキングゾルがある程度乾いたら黒を塗っていきます。このパーツは光沢の黒の他にセミグロスブラックや艶消しの黒を塗ることになっています。艶加減の違いで3種類の黒を塗ることになりますが、順番は光沢の黒を先に塗ります。これは艶消しの黒の上から光沢の黒を塗った場合、少し多めに塗らないと光沢にならないためです。シャフト部分が光沢の黒なので、その部分をマスキングしていきます。このパーツの塗り分けは何度もマスキングを重ねないといけないので、若干手間がかかりますが、最初のシルバーの部分をマスキングするところ以外はそれほど難しいというわけではありません。面倒でも一つ一つ積み重ねていけば間違いなく結果へとたどり着くことができます。問題はそれをやるかやらないかです。次はセミグロスブラックを塗っていきます。塗料を塗った後、その表面が光沢になるか艶消しになるかは表面がどのくらい平滑になっているかで決まります。ミクロのレベルで表面が平らになっていれば、その表面は光沢に見えて、逆にミクロのレベルでデコボコしていれば、その表面は艶消しに見えます。それが光沢と艶消しの違いです。艶消しの上に光沢の塗料を塗ると、そのミクロのレベルでのデコボコした表面に塗装することになりますが、塗装してもデコボコは少し残ったままになります。その結果、光沢の塗料を使っていても光沢な表面に仕上がらないことになります。しかし何度か塗り続けるとデコボコが塗料で埋まっていくので、やがて表面は光沢になっていきます。結果はオーライなのですが、その間に塗膜は厚くなってしまっています。塗膜の厚さをできるだけ薄くしておきたいと思うなら、光沢の塗装は先に行っておいた方が塗膜が厚くならずに済むというわけです。もっとも塗装の順番はマスキングのしやすさと天秤にかけて考えていくことではあります。というわけで一通り塗装が終わったので、マスクを剥がしていきます。光沢と艶消し、そして半光沢の黒を塗り分けたわけですが、実際のところこれらは全て黒なので、光沢加減の違いはあると言ってもそれほどはっきりとしたコントラストがあるわけではありません。ふと思ったのですが、これは塗装というよりは塗装だと思わなくもありません。ステアリングロッドを塗り分けていきます。全体をすでにシルバーで塗装してあったので、蛇腹の部分を塗るためにマスキングしていきます。シルバーと黒はどちらから塗ってもいいと思うのですが、蛇腹の部分をマスキングするよりシルバーの部分の方がマスキングしやすいと思います。というわけで塗っていきます。ごくわずかな塗装面積なので、希釈はそれほど薄める必要はありません。ただ実際にはセミグロスブラックで塗る他のパーツと同時に塗っているので、それほど極端には濃くしていません。またそれほど時間をかけて丁寧に塗るところでもないので、短時間で手際よく塗っていきます。サスペンション周りの塗装を進めていきます。この辺りのパーツも先ほどのリアアクセルやステアリングロッドなどと同様に、すでに一部シルバーで塗装してあります。そのシルバーで残すところをマスキングしていきます。小さくてやや複雑な形をしているパーツが多いので、マスキングゾルを併用しています。やはり塗り分け境界のところはマスキングテープを使い、それ以外のところにゾルを塗っていきます。これらのパーツの塗装作業をしていて感じるのは、車によって違う特徴的な形状を少ないパーツで的確に再現されているのはさすがタミヤといったところです。ディテールを損なわない程度にパーツの強度も考えられていて、それらがピタリと合わさるのは実に見事だと思います。
マスキングが終わったら黒を塗っていきます。マスキングは少々複雑でしたが、基本的にはシルバーと光沢の黒の2色で塗り分けるだけなので、リアアクスルの時ほど複雑というわけではありません。ちなみに黒よりも先にシルバーを塗っているのは、シルバーの部分の面積の方が圧倒的に小さいので、そちらをマスキングした方が楽だと思ったからです。一応シルバーの下に一度 EX ブラックを塗っています。なので今回の EX ブラックはシルバーを1回挟んで2度目の塗装ということになります。塗装が終わったらマスクを剥がしていきます。完成後はそれほど見える部分ではないのですが、ちらりと見える部分ではあるので、特に今回のようなシルバーと黒というコントラストのある塗り分けは、多少見えにくい場所だとしてもきちんと塗り分けておくと意外に見栄えのするものになったりもします。またタミヤのキットのパーツは全体的にシャープに成形されているので、塗り分けの効果がもともと出やすいとも言えます。ブレーキのディスク面を塗装していきます。キャリパー部分はすでに赤で塗装してあるので、その部分をマスキングしていきます。マスキングテープは境界の部分のみに使い、それ以外の部分はマスキングゾルを使います。キャリパー部分の赤を先に塗っているのは、形状的にキャリパーの方がマスキングしやすかったからというのもあります。ディスク側をマスキングしようとすると、境界がギザギザのところをマスキングしていくことになりますが、キャリパー側のマスキングになると、境界が直線なところがほとんどということになるので、テープでマスキングするのが比較的やりやすくなります。やみくもにマスキングを始めるのではなく、最初にある程度勝算を考えてから始めると、意外と効率が良くなることもあります。ところで、映像の中でマスキングゾルを一時的に溜めている小さな容器は、使い捨てコンタクトが入っていた容器です。使用後は再利用せずに、そのまま捨てます。マスキングゾルがある程度乾いたら塗装をしていきます。ここはチタンシルバーで塗る予定ですが、その前に EX ブラックを塗っています。キャリパーの赤が塗ってあるので、その色がシルバーの下から透けて見えないように、一旦黒を塗ってそれを防ぎます。黒を塗らなくても、チタンシルバーを厚塗りすれば隠蔽は可能ですが、一旦黒を塗った方が結果的には厚塗りにならずに済むと思います。黒を塗装し終わってから30分くらいでチタンシルバーの塗装に入ります。下に塗った黒はそれほど長時間乾燥させなくても大丈夫です。エアブラシでふわっと吹き重ねる程度なので、下地の黒が完全に乾燥していなくても特に問題は出ないはずです。またチタンシルバーはそれほどしっかりと塗らず、多少黒い部分が見え隠れするぐらいでもメタリック感を出すことができます。塗り終わったらマスクを剥がしていきます。ブレーキディスクの他にサスペンション周りなど足回りのパーツの塗装はこれで一通り終わったことになるので、次回以降はこれらのパーツをシャシーに取り付けていくことになります。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。